さんこんにちは、石野香穂です。今回は知らないとやばい書道が上達しない人の3つの共通点ということでお話をしていきたいと思います。というのもですね、先日 YouTube にこんなコメントをいただいておりました。香穂先生こんにちは。いつも YouTube 楽しく拝見させていただいております。そこで先生に質問です。私は筆を持つのは小学生の授業以来約40年ぶりで、今は独学で書道を学んでおります。初心者なりにたくさん練習をしている方だとは思うのですが、全く上手くなりません。私の練習方法が間違っているのでしょうか？またどのようなことを意識すれば上達するのでしょうか？ぜひアドバイスいただけますと幸いです。ということで、結構切実に悩んでらっしゃるなというふうに私はこの文から感じたんですよね。めっちゃ練習してるんだけれども、時間費やしてる割にその成果が見えない、結構辛い状況なのがすごく感じ取れましたので、こちらに答えていければなと思います。具体的なその上達法だったり練習法のところまで深掘りしてお伝えできればなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。書道が上達しない人の3つの共通点。1つ目は書き込みが足りないですね。質問いただいたこの方はすごい書き込んでるんだけれども上達しないということだったので、この方には該当しないと思うんですけれども、実際にその上達されないっておっしゃってる方に共通することとしてよくあるのがこの書き込み不足なんですよね。皆さんにちょっと質問させていただきたいんですけれども、独学の方でしたら参考書のお手本などを見て同じ場所を書くってなった時に大体何枚ぐらい書き込みますか？お教室に通ってらっしゃる方であれば、先生のお手本を見たりとか、教書雑誌のお手本を見ながらお稽古に励まれていることと思います。だいたいその時皆さん何枚ぐらいそれに費やしたりとか、同じ線を何本ぐらい頑張って弾けるようになるまで練習していますか？ここに多分答えが隠されてるんじゃないかなというふうに思います。独学されてる方でも教室に通われてらっしゃる方でもみんなに共通しているのが、例えば練習枚数が10枚以下ですとか、練習本数が100本以下ですとか、その感じの練習量であれば上達しないのはもう当たり前と思っていただいて大丈夫かなというふうに思います。つまり落ち込む必要はないっていうことですよね。最近発行した家宝という教書雑誌ありますけれども、今月創刊だったんですよね。でそのお手本1枚1枚にも100枚中一番いいもの1枚選んでるっていうぐらいのレベルなので、もし皆さんそれと比較して自分の答えがちょっと枚数少なかったなとか、練習本数例えば1にしても10本ぐらいでも諦めてたなとか、そういった感じであれば練習量を増やせばもう解決です。そのぐらい簡単なお話かなというふうに思いますので、まずは書き込みをしてみてください。私最初の頃、書道教室開く前の頃、半紙1箱1000枚入ってますよね。あれ1週間でなくなっちゃうぐらいのペースで練習をしてました。それでも少ないって言われることも多々あるんですけれども、それよりももし少なければまだ努力できるんじゃないかなというふうには正直思うんですよ。でも時間の関係とかそんな状況じゃなかったりされる方がほとんどだから、私はあんまりこういう話をしないわけですね。でも切実に悩んでらっしゃる方は徹夜してちょっとやってみるとか、そんな感じでやってみてもらえると本当に枚数で変わるなっていうことを実感いただけるとは思います。なので騙されたと思って枚数をこなしてみてください。書道が上達しない人の3つの共通点。2つ目はお手本の見方が甘いですね。言葉きつくて本当にすいませんって感じなんですけど、お手本の見方が甘いというのは、お手本の見方を知らないとも言えるかなというふうに思います。例えばそのお習字とか小学生とかにやってた時のレベルって本当にお手本そっくりの形を写せればいいとかじゃないですか。書道になると起筆の角度、その線のスタートの置き方ですよね。穂先がどっちを向いているのかっていうことがものすごく大事になってきたりとか、その時の筆圧の具合ですよね。どの程度の力がかかってるのか、どの程度の筆先が紙面にくっついてるのか、そういった細部までの分析ができないとなかなか上達しなかったりするっていうのは言えるんですよね。なのでまずはお手本の見方を知りましょうというところなんですよね。例えばこちらの画像をご覧ください。これはですね、有名な王羲之が書いた蘭亭序の中から抜粋したものになります。で、こういうのなんかだと、やっぱ小さく書かれたものを半紙に一字という風に拡大して臨書してるわけですので、相当綿密に工夫していかないと、同じ表情を出すのが難しかったりとかするんですよね。で、こちらが実際に私が書いたお手本になるんですけれども、実際の方丈からこれを読み取りました。例えばですね、この緑のラインを見ていただきたいんですけれども、
れども、収筆、縦線の収筆に注目してみてください。そこの部分が三角形に折りたたんであるの分かりますか？その部分とかがすごく重要で、その動きをしないとその表情が出ないとか、収筆の動きがどのように穂先が動いたかっていうところまでも観察しないとなかなかそっくりに描けなかったりとか、あとは書道で大事な骨力ってよく言われる線の強さとかですよね。内面から湧き出てくるようなそういう線の強さとかっていうところが失われてしまったりとかっていう風になっていくので、ここまで読み解けて初めて上達するんですよね。自分の練習の中にちゃんと意識をするっていうことで上達していくんですけど、その見方とかを知らなかったりとかしたらめっちゃもったいないなっていう風に思うんですよね。知ってたら意識できるわけじゃないですか。自分なりに考察してこうだったのかなっていう風に想像してみるっていうことですよね。どのように想像してもいいと私自身は思っています。そのお手本をどう見るかはその人自身に委ねられているので、正解も不正解もないんですよね。参考書とか中には出てたりとかして、このような捉え方が望ましいかなとかっていう風に分かりやすい解説書とかは出てたりとかするんですけど、それももちろん参考にすればいいと思いますし、でも一番大切なのはそれを自分がどう感じてどのように考察したか、どう分析したかっていう段階を踏むことによってめちゃくちゃ上達しやすくなるし、それをしっかり意識を入れて練習に向き合うっていうことにつながるので、テンション高めのワクワクチャンネルみたいな感じでいきたいんですけれども、今回悩み相談ですからね、ちょっと切実にお悩みに答えるという点で、実はこういうところめちゃくちゃ大事なので、飛ばさずにやってみていただけるとすごく上達には直結しますよというお話ですね。ここまでもされてらっしゃって上達しないっていうことだと、また他に原因が考えられるなと思うんですよ。それが3つ目になります。書道が上達しない人の3つの共通点。3つ目は妥協してるですね。これはですね、もちろん締め切りとか出品するまでの期限だとかそういうのに追われてたりしたら妥協はとても大事な時もあります。ですが今回は練習においてです。締め切りとかに追われてない状態でただの練習において、例えばお手本に対してどれくらい自分の作品がそっくりになったら OK って思いますかね。自分で作品を作るにしても自分の思い通りになるまでひたすら書き込む方と、想像とはちょっと違う風にはなったけれどもこれはこれでいいかって思う方と性格によっても違いますし、全部ありだとは思うんですよ、私自身。ただ今回上達しなくて自己嫌悪ぐらいまで陥ってる方には妥協してないかいっていう問いをちょっとしたいなという風に思っています。自分の話させていただきますと、私は例えばですよ、関東特集ページの総前批の臨書のお手本を書きますっていうのにあたって、実際の総前批の原点を見ながら、教書雑誌のお手本書かせていただいてるんですね。これ仕上げるのに何枚ぐらい私書いてると皆さん想像しますか？例書ってすごい書くの時間かかるんですけど、軽く50枚ぐらい書いた中から一番いいものを選んでる。そんな感じなんですよね。紙変えたりとか墨変えたりとか工夫しながら、一番この総前批っていう例書の古典に近い雰囲気が出たものをお手本として採用して載せている。で、ここに対して私は妥協はありません。しっかりこの宗前の雰囲気が備わっているかとか、基本に忠実であるかどうかとか、このお手本自体が私のフィルターを通しすぎてないかなとか、そういった観点からお手本選びをしていて、初心者もこのお手本を見た時に学び取りやすいかなとか、そういったところまでしっかり分析した状態で、よしこれで OK と思ったら実際にこれで GO 入稿するっていう感じで、丁寧に一つ一つのお手本を仕上げていますという感じでですね、1ミリぐらいは妥協して締め切りもあるし、これで OK っていう風にする時もあるんですけど、締め切りがなかったら本当に妥協はないです。これで満足したとか、これで OK って思うことは私人生で一度もなくって、自分の作品をいいと思ったことも人生で一度もなくって、自分の字を好きって思ったことも人生で一度もないんです。なのでこの質問者さんの気持ちはものすごくよくわかりますし、私も同じ気持ちでずっと長年書道を続けてきてます。なので今回はちょっと厳しめだったかもしれないんですけど、123ですよね。練習枚数、練習量足りてるかいっていうことと、2つ目がお手本の見方大丈夫かいっていうことと、3個目が今お伝えした妥協してないかいっていう、そこ
プロを目指すとかそれで生活するとかそこまで考えてらっしゃれば絶対妥協はしない方がいいですよね。本当に私の周り妥協してる人一人もいなくって、みんなのこと尊敬できるんですけれども、それに対して自分の考え方は甘いなとか感じることも多々あったりとかして、なので皆さんにもですね、たまにはピリッとした動画ももしかしたらスパイスになるのではないかなというふうに思いまして、決して偉そうなこと言うつもりはないんですけれども、私自身はそのようなことに気をつけてたりします。ぜひ皆さんもですね、こういったことを意識されながら練習を重ねていっていただくことによって、より練習効率が上がったりとか、練習の成果を実感できるようになって、またモチベーションにつながっていけるかなというふうに思います。今日の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。実践してみたけど、なかなかまだ上達しませんとかっていうことでしたら、厳しめとはまた違ったテイストの上達する方法みたいな動画も作りたいなと思ってたりもするので、この動画の感想などもコメント欄にいただけましたらすごく嬉しいなというふうに思います。最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録することによって最新の配信を見逃すなんてことがなくなって、毎回必ずこう有益な情報を得られるということにもつながりますので、よければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。